私の専門は文化的・歴史的背景を踏まえた翻訳研究です。慶應義塾大学経済学部のアルベルト・ミヤン・マルティンです。翻訳といえば、近年は AI による機械翻訳などを思い浮かべるかもしれませんが、そもそも人間の文化的活動である翻訳は、歴史の中でどのように行われてきたのでしょうか。それから、翻訳は我々の生きている社会をどのように形作ってきたのでしょうか。私はそのような問いに興味を持って、特に明治時代から始まる近代日本の翻訳文化について研究し、日本語と英語とスペイン語でその成果を発表してきました。一つの大きなテーマは、明治初期における西洋文明の需要です。幕末明治から日本の近代化が始まると、外国語から freedom、right、society、economy などの言葉がどんどん入ってきます。現在なら外来語はカタカナ語にして使うことが多いですが、当時は漢字を当てて訳すことが普通でした。だから自由、権利、社会、経済などという単語は明治初期に定着した言葉で、専門家は翻訳語と呼ぶことがあります。特にアメリカ合衆国の文化から影響を受けて、フリーダムを自由として広めたことで有名なのが福沢諭吉です。中国語由来の自由のそれまでの意味はわがままでしたが、福沢は複数の作品の中で自由という日本語の意味を変え、近代社会にふさわしい自由の新しい概念を普及させました。福沢の基本的な民主思想は、英語などからの翻訳が巧みに行われたことが特徴的で、彼の作品を外国語に翻訳する際には様々な問題が生じます。私は福沢の民主思想とその理解を世界に広めるために、彼の作品を研究し、解説付きの多言語出版に携わってきました。明治日本における翻訳文化について、英語から翻訳された教科書も調べています。具体的に福沢門下生の安倍泰造が文部省から出版した倫理の教科書で、キリスト教に基づく宗教的な内容をどのように日本の文化的背景に適応させたかを明らかにしてきました。これまでの研究活動では他に、スペイン語の辞書に載った日本語由来の単語を調べ、日本文化に対する誤解を分析した論文を出して定義の修正を促しました。さらに、外国語映画の日本語字幕吹き替え版における直訳と意訳の関係について研究し、大衆向けエンターテインメントを通しての異文化理解の限界について指摘をしてきました。機械による翻訳は、単なる言語の置き換えですが、人間による翻訳は文化的行為です。歴史の中では特定の社会的背景に合わせて多種多様な形で行われ、現在私たちが生きている世界を作り上げてきたのも翻訳です。異文化を知るためにも、自分たちは何者であるかを理解し、相手に伝えるためにも、今一度人間による翻訳の意味とその役割について考えてみませんか？